多すぎるって。あれ繋ごうか、マイク。うん。充電足りるの？足りる、この間した。こっちが。あ、足りる。あ、足りる。あ、災難でした。あ、災難でした。ちょっとお待ちくださいね。待ちくたびれたよね。ただいま準備中、ただいま準備中。僕も待ちくたびれた。おいしい。いや、僕はそんな中。そんな中。やっほー。これの概要とかつけた？うん、何にもまだ。どうやってつけんの？アナリティクスでつけられる。うん。今ね、動画をやりながら。あ、いい感じ。なんか。いい感じ？うん。多分。ハロー。ボンジョルノだって。ボンジョルノ。ボンジョルノじゃないかも。あ、コメントそこで見えてるね。うん。オッケー。ちょっとカメラ目線。ちょっとだけ音の確認だけしてきていい？これで確認すればいいじゃん。うん。で、テストです。テストです。OK。完璧。はい。というわけで皆様、こんにちは、こんばんは。ゆきとゆとでございます。こんばんは。いやー、大変お待たせいたしました。久しぶりでしたな、これ。このわちゃわちゃする感じ。うん。やっとけよって感じだけどね。ダメだったね。ちょっとうまくできなかったよね。じゃーん。戦ってたんだけど。そうなの。ね、待って。こうかな。今やってるの？はい。はい。じゃーん。これは、なんだっけ？モッチュリンみたいな名前だっけ？ミスド。うん。うまっ。ちょっと酸っぱい。酸っぱいもん、うん。だってレモネードだったじゃん。そっか。なんかね、これ、ケンタッキーの新商品で、なんかゼリーのジュースみたいなね、感じなんだよね。なんだけど、作ってくれたお兄さんがね、作り方全く知らない初めましてな人だったらしくって、どういう風にこれ作るんですかっていうのをね、先輩に教えてもらいながら作ってくれたよね。うん。で、うちらはそれを後ろから見てて、あ、そっかって思いながら俺は見てたんだけどね、そういう風に作るのねって心の中で思ってたんだけど、ゆうとがとても大きい声で、僕たちも作り方分かったね。ね。もう本当にさ、ナミさん、メグさん、すずちゃんさん、タミコさん、こんばんは。こんばんは。ナツさん、こんばんは。こんばんは。よ
かがお過ごしでございますか？ね。うちらはすごく久しぶりのライブ配信をしている気がします。それはそう。前回これいつあったんだろうね。4ヶ月前。あ、そんなもん？うん。そんなもんとか言って。だから、今年は2回目かな。1ヶ月に1回やってたんですけどね。前も言ったよね。はい。いつも同じようなことを言っているけど全く成長せん。そしてゆうとくんの今日のおやつは、熊本県産恋みのり。いちごを持ってまいりました。いいね。うん。お菓子じゃなくてさ、いちごをさ、手に持ちながらさ、ライブ配信するってすごい斬新ですね。匂い。ね。洗っていきましょうか？うん。僕洗わないで食べたい派なの。うん。白い服今日も着てるから気をつけてね。はい。ピシャってならないよ。本当は洗いたい気持ちでいっぱいなんだよ、僕でも。うんうん。だけど、すっごい久しぶりにライブ見れたらって。うん。でもね、すごい久しぶりに見れたんじゃないのよ。久しぶりにやってるの。久しぶりにやってるの。しかもさ、いや、僕、繁忙期突入したからね、今。まあそうだよね。うん、そう、ゆうともそうだし、うちもそうだし、まあ、なんかさ、ちょっと似てるからさ、新年度とか、年度終わりとかの影響結構受けんのよな。もろに受ける。いや、だからね、忙しい感じなんすよ、とっても。ここから年内は忙しいんじゃないかな、僕。はい。でも、忙しいのは皆様もご一緒のはず。はい。すいません。頑張ります。いろいろおろそかですいません。まあでも、とりあえずね、今日はこの後、ゆうとと一緒にね、晩ご飯食べながら動画を撮る予定なんで、うん。来週は必ず動画が上がります。はい。うん。でも最近ね、本当に休み自体がそもそも余ってなかったね。うん。なんか僕、収録とか出勤してたよ。うん。この間でもあれだよね、久しぶりに休み、遊びに行くというか。あ、ね、花見今年行けないかと思ってた僕、お花見。ね、でも絶対行きたいなって思ってさ、皆様行かれましたか、お花見。絶対行きたいぜって思って。しかも、あれがさ、短かったんだよね。今年は桜が咲いてる時間期間うん。だって一瞬しかなかったよね。先週だかの、なん暖かい日ね。多分都内でもさ、場所によって咲いてるのと咲いてないのが激しかったね。うん。そう。なんか咲いてるところ、なんだろう、もう葉桜なところは結構葉桜だし。ねえ。いや、待ってね、モヒラの時期じゃん、もう。そうだね。もうそれからも1年経ってしまっているんですか？そうだよね。ミキさんこんばんは。さやさん、うわー、久しぶりすぎる気がするね。さやさん、久しぶりです。こんばんは。すごい。結構さっぱりめのいちごだね。仕事終わって帰ってきました。ライブ間に合った。間に合いました。今始まったばっかりです。不手際により。だけどさ、あれだね。こっちのカメラにもう直つなぎしてるから画質はとても綺麗な気がしなくもないしな。うん。これでもいいじゃん、見えるから。でも、お題とか出せないのか。そうなんですよ。だから逆に、ちゃんとカメラを OBS につなげられれば、この画質で上に乗っけられそうな気がする。うん。びっくりした。カメラ買うのかと思う。カメラね。カメラ欲しいけどね。お花見行ったよー。ネモフィラを見に行った。あ、それをさっき言うとか読んだのね。ネモフィラってさ、あれ何月行ったっけ？前行った時。ゴールデンウィーク。ああ、ダイレクトに今なんだね。そしたら。うん。ゴールデンウィークですね。デトさんはゴールデンウィークはどうお過ごしなんですか？仕事です。でもさ、繁忙期です。あ、でもそうだ。休み、ずらして入れたんだ。話してくれたよね。そう。
ゴールデンウィークずらさないと人がやばそうだな今年って思って、日本人多いから最近。だから多分ちゃんと出かけるだろうなっていうのが今年だと思うのね。みんな、休みに。やっぱり。だから激しいと思うよ、今年。それはそう。あんまりさ、みんなもう外いっぱい出ないじゃん。海外とかさ、行くよりかはさ、国内で回る方が最近多いんじゃないですかね。知らんけど。知らんけど。知らんけど。なんちゃらなんちゃら知らんけど。お花見見に行きましたよ。満開になったと思ったら、嵐のように雨が降ってきて。そうなんだよね。そうなんだよ。多分一番いい時期を全部さらわれたよね。だから間の日にね。思った。だからうちらが行った日は、本当にインスタ上げた全くその日に行ったからね。結構、あったかかったんだよね。だってアウター着ないで行ったもんね。半袖の人もいてさ。けど、あの日ぐらいしかなんか花見に行けそうな日がなくて、次のもう日は雨降るかもみたいにしたからね。あと平日だったよね。いや、あんなになんか目黒川に人がいっぱいいるの見たことないかなっていうぐらい、駅のところは人がいっぱいだった。けど、実際川の方降りたら、まあなんかいつもの感じみたいな。でしたね。だけどさ、花見終わった後にさ、まあ地元の方とか、あと、会社の近くのね、桜とかさ、通りかかってチラ見したらさ、もう葉っぱになっちゃっててさ、桜がないみたいな。花びらが一台もないみたいな。もうあそこの駅のやつもそうじゃない？ねえ。本当にないよね。ない。思いました。今年は寿命が短かったですね。でも、ねえ、桜は散るだよ。出た。ゆうとがこの間言ってた。そう、日本語って素敵だなって思うよね。じゃあどうぞ解説を。なんか花によって最後の言葉がね、日本って違うっていうのを見て、って思って、そういえばボタンは落ちるらしいみたいな。桜は散る、梅はこぼれるっていう風に、なんか花によってね、落ち方、終わり方が違うから、ね。食べるのか説明するのかどちらかにしていただいてもよろしいですか？違うのって、風情だなと思いました。そうだね。いや、思うよね。まあだから日本語がね、海外の方からしたら難しいって言われるゆえんなのかもしれないなとは思うけどね。そう、なんとなく使ってたけど。確かにこぼれるっていうな、ボタンって思いながら。まあね。ボタン落ちるな。梅こぼれるって超言うなって思って。なんだっけちょっとあれさ、一個さ、俺の中にはあんまり言わない言葉でさ、すごい斬新だなって思った。アジサイ。そうだ。しがみつく。なんかそうですよね。みたいな。アジサイの最後はしがみつくなんですって。らしいっすよ。なんでかっていうと、最後までアジサイは枯れても、なんかさ、茶色になってもさ、アジサイって、落ちることがないんだって、額から。そうなんだ。そう。だから、なんかそれが、確かにね。そう、だからさ、なんかアジサイってさ、枯れてる花もあればさ、咲いてる、なんか綺麗な色の花もあってさ、それが共存してるみたいな感じなのが、まあ、しがみつくっていう風に表現するんだって。それを見て僕は一つ学びを得た。確かに。言われてみると、すごい色がびっくりする色になってるアジサイ咲いてるよね。なるほどね。けどあれはもう終わりのアジサイなんだって。ゆうこさん、こんばんは。いちご美味しそうだね。1、もうあと2個しかない。ずっと食べてる。ほんといちご好きだよね。あとね、俺最近さ、好きなのがさ、こないだね、どこだかななんか、ゆうつと一緒にね、あっちこっち、普段降りない駅とか行った時とかに、そこのね、謎のジモティースーパーとか行くこととか多いんですよ。探検をするんですよ、私たちは。今日も探検してきましたけどね。で、どこだったかスーパーに行った時に、袋でさ、個包装されてるさ、チョコバナナが売っててさ、売ってたよね。
バナナが、もうちゃんと剥いたバナナに、本当にチョコをコーティングして、カラースプレーみたいなのをやってパックになって売ってんのよ。勇気みたいなガキにはちょうどいい。俺さ、チョコバナナ必ずお祭り行くと食べるからさ、マジそれと同じのが売ってんのと思って1本買ってみたんですよね。そしたらまあびっくり。同じだった？うん、お祭りの味。あれは感動しましたね。またどっか行って見つけたら買ってみたいと思いやす。大変、もうなくなっちゃう、いちご。すごい勢いだね。だってさ、話さないから僕。話すのよ。話さないからっていう、そういうなんか係みたいなやめて。ひらみさん、こんばんは。すずさん、香港、ゴールデンウィーク香港ディズニー行きましたっていいの。誘われてない。香港ディズニーね。私たち誘われてない。めっちゃ空いてるディズニーだよ。あれ上海だったか。いや、香港だった気がしなく。とりあえず、香港のディズニーはご飯が美味しいんだったかな。だって。ちょっと友達が言ってたんだけど、僕。だってよ、このちょっと中途半端な情報を受け取って。なんかここに載せるやつとかの発祥が香港だった気がする。あ、そうなんだ。でも気をつけてね、これ。あくまでも気がするだけだから。ほら、そこね、僕ちゃんと覚えてた。グリ天国？グリーティングね。ああ、なるほどね。そうなんだ。そうだよね。なんか並ばない、一番世界一並ばないディズニーって言われてた気がしなくもね。なんで香港民はあんまり好きじゃないの？知らない。回転率がいいんじゃない？まあ、日本とは違ってね、結構日本が混みすぎなんだよ。スペースがね、広いしね、向こうは土地もね。海を開拓してるから。あれ、ハリウッドとかはさ、回りきれないわけでしょ？もう一日じゃ。フロリダ？っていうよね。ハリウッドって全然、どこのこと言ってんだろうって。新しく建てちゃった。そう、だから日本もさ、日本もこれ以上土地広げられないから、やり始めた事業、なんでしょう。ピンポン。知ってるよね。話してたもんね。ピンポン。このクイズにはね、多分晩ご飯のあれがね、かかってる。晩ご飯係がかかってる。ピンポン。お船ですね。そうだね。ディズニークルーズっていうね、会社を立ち上げたよね。お疲れ様です。違う。ゆうきは、何でしょ？ディズニークルーズの株買うんでしょ？やば。なんか、こういう会社か。どういう手法で行くんだろうね。ね。でもなかなかね、今大変そうだからね。回路も。と思いつつ。じゃあ僕もどっか家建てて、ここ取ったら作りを取るよ。つって。やばすぎ取ってやるかな。J 角さん、こんばんは。いちご美味しそう、いいな。アレルギー出るから食べられない。あ、そうなんだ。大丈夫、もう食べ終わったから。ほら。完食。綺麗に完食でござんす。やばい、ゆうき多分2個ぐらいしか食べてない。本当ですよ。でも大丈夫。もう1個買ってあるんで。いいよ、食べる？枯れてるアジサイってあんまり見たことないかも。イブさんこんばんは。こんばんは。最近並んでる日本人多いし、久々、前浜行ったらレベチ。そうだよね。いや、本当にさ、なんか、ディズニーっていつでも混んでるよね、日本はね。いやー、でもね、行きたいな、ディズニー、今。そうだね。なんでか知ってる？ラプンツェルが髪の毛食われちゃうから。知ってる？でもね、もう大丈夫。安心して。カラスよけのやつあるから。じゃなくて、今ディズニーシー25周年なんですよ。そうなの？なんだっけな。スプリン、違うな。全然知らない僕は。なんだっけ、スプリングジュビリーじゃなくてね、なんか弾けるみたいな英語。ポップンしか出てこない。弾ける？そう。なんだっけ、
スプリングジュビリーじゃなくて、タンジーとかスパークリングジュビリーみたいなイベントだった気がします。なんか輝きの祝祭みたいな。スパークリングジュビリー当たってる。輝きの祝祭みたいな、そういう系のやつなんですよな。行きたいね、ディズニーね。最近行ってないね、確かにね。あとでも、まあ、都内に住んでるとね、いつでも行けるって思うとあんま行かないよね。イエス。はい。それはそうじゃない。だって、この間、チアがディズニー行った時って、まだあれだったもんね、なんだっけ。ファンタジースプリングスが、まだ選ばれし者な、そうだね。時だったよね。そっかそっか。そうだよ、25周年になったんだよ。あ、でもですね、ちょっと最近思いますのは、ほんとまださ、今年始まってさ、まあ言うて4ヶ月しか3ヶ月ちょっとしか経ってないわけなんでね。旅行ってないっすからね。旅行きたいっすよね。旅ね。旅。滝行いやでもマジで滝行今度するんだ。滝行はまあ、暖かくなったらでいいんじゃない？だから、今度するんだ。そっか。あとは、メイン観光地じゃなくてもさ、いや、メイン観光地じゃないって言ったらちょっとジモティーの方に失礼なのかな。でも、こうさ、みんなが行く王道の、沖縄とかさ、京都、そう、京都、大阪とかじゃなくて、ちょっとなんか、一個外したさ、俺がめっちゃ行きたいとこ今2個あって。石川。石川じゃない。福井。福井は恐竜博物館に行きたい。けど、福岡。福岡と、福岡はメイン観光地です。博多でしょ。あとあそこ。石川の、違う、仙台。仙台か、福岡が今、めちゃめちゃ行きたいランキング都市。言ってもいいですか？どうぞ。どっちもメイン観光地です。なんか僕が言ってるのは多分山形とか、あとはメインって言うとメインじゃないサブって言うと大分とか。なるほどね。なるほどね。そうですか。だって首都じゃん、もう首都圏みたいな感じじゃん、もうなんか。はい。地方のね。はい。すごい面白いね、やっぱ。雪の感覚。やばいね。東京以外はすべてサブ。そんなこと思ってないよ。と言いたいんですか、雪。そんなこと思ってないよ。あ、フランスからこんにちはだって。こんにちは。こんにちは。ボンジュール。はい。はい。そんな感じ。そして、マカロンさん、こんばんは。こんばんは。ジビリ、福岡来て。ね、やっぱ福岡ね。そうだよね。福岡だよね。長崎、佐賀とか。長崎いいね。確かに。カステラ食べに行っちゃう。佐賀何がある？佐賀のかばいばあちゃん。絶対、情報薄いよな、多分。あ。そう、うちら情報に偏りがあるよね。佐賀のかばいばあちゃんしか出てこない。僕、小学生の時に、なんかやってたイメージ。かばいばあちゃんって。最近やらないですね、かばいばあちゃん。佐賀、かばいばあちゃん。知らない？いや、なんか聞いたことある。あれだよ。なんか、野に咲く花のように的な感じで、佐賀のかばいばあちゃんがやってたイメージなの、僕は。はい。なるほどね。ねえ、泉ピン子とかがやってたよね。佐賀のかばいばあちゃん。やってなかったっけ？まあ、吉野ヶ里遺跡って佐賀なんだ。へえ。知ってる？ゆき。あれね。何？発掘して出てくるやつね。でもすごいよ。いっぱいあるよ。唐津のさ、見てこれ水族館やばくない？本当だ。
すごいよね、これ。ちょっと海物語かと思った。このひどい。ねえ。やっぱそうだよ。泉ピン子がやってる。あ、そうなんだ。ほら。ほんとだ。似てる。さあ、こっちでも知ってるわ。ほんとだ、吉野ヶ里歴史遺跡みたい。七つ釜って読むのかな、これ。七里ヶ浜。ほら。事件が起きそうな香り。てんてんてん。そうなんだ。結構やっぱり自然を楽しめる感じなんだね。気球って書いてある。気球。七つ釜。へえ。いやーなんかさ、そういうのにさ、うちらさ、あんまり強くないよね。いろんなね、ずっと東京で生きてるからね。そう、名所みたいな感じ。いやなんかね、俺の職場にさ、すごい旅を超してる人がいてさ、あともうちょっとで全国制覇ができるみたいなことをさ、言ってるんだけどさ、やっぱ、あっちこっち行ってるだけあってすごいのよ。なんか、新しい人とかが身近にいた時に、飲みに行ったメンバーはじめましてみたいな時に、出身どこなのみたいな。あ、ここですとかってなると、あ、それって名産こういうとこだよねみたいな。なんかそういうのってすっごいかっこいいなと思って。でも僕は、そういうのをどこで仕入れるかっていうと、マツコの知らない世界で、マツコがポロッと言った言葉を覚えてたりとか、あれって、ここってこうだよねとかって言って、僕そういうところで言ってるから、そうね。経験はしてない、僕。でも確かに、マツコさんもそうだね。そういう系よな。で、マツコがどこで情報を仕入れてるかって知ってる？Google Earth。いけんだけど。なんか見てるって言ってた。家で一人で。おもろいね。確かにって思った。まあね。あとは、リュウトはないの？行きたいところ。行ってみたいぞな観光ってないの？これはとりあえず、リュウトが考えてるまでに。仙台。滝行。ずっと言ってる。ずっと言ってるよ。滝行はしたいかも。それはもうゆうとさん言いまくってるよ。でも、一回は行ってみたいなって思うところって言ったらどこだろうな。四国行ってみたいかも。四国？行ったよ、俺。なんで？修学旅行で。四国鳴門店みたいなのがあるよ。へえ、これも四国なんだ。このゴジラの口の中に入っていくやつ。前、はじめ社長が撮ってたやつ。はい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 。そうなんだ。ハウステンボスは、確かに長崎ハウステンボス。なんでもありなやつだっけ？なんでもありなやつとはなんでもありなやつとはどういうことでしょうか？どういう、なんか、いろんなコラボしてるやつ。いや、じゃないんじゃない？リサとガスパール？ハウステンボスはそういう系とか、あとはなんかそのオランダ的な街並みとかさ、あとは、ダメだ。俺はあれしかわからない。ハウステンボス歌劇団しか出てこない。とかさ、これからはエヴァンゲリオンだよ。いいな。なんて呼んだらいいんだろう。みどりさんって呼ぶのかな？青さんって呼ぶのかな？葵。こんばんは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。ようこそいらっしゃいませ。多分、葵さん。いや、なかなかね。歌劇団覚えててくれるし。そうなんだよね。そう、なんか、もともとね、宝塚とかでも活躍してた人も言ってたりとか。違う、言っててさ。あ、みどりさんでしょ、いい。多分、葵さんとか。俺の正解。でも全然僕、見えないんだよね。もう結構さ、これちっちゃいよな。まあ、いいんだよ、別に。俺も思ったけど。でもちょっとまあ、これを変えると大きくガチャって変わりそうだから。そうっすね。いや、なかなか。
なんで、まあちょっとどっかにね、旅には出たいとも思いつつ、一泊二日ぐらいだったらいけるよね。うん。うん。でもね、この間、なんか、髪をね、切りに行ったわけですよ。そしたらさ、髪切りに行ったら、いつも来てくれてるね、美容師さんが北海道の出身の人なんだけど、北海道の人がね、初回だね。そう。地元に帰省するときになかなかやっぱりお金が結構かかるから、結構高頻度では帰れないっていう話をしてて。うん。うん。で、じゃあいくらかかるのかみたいな話したらさ、往復で3万うん。かかると。旅だね。旅だよね。しかも、年末年始の帰省時期だと往復で6万かかるって言ってた。すごいよね。いやー、1000円で帰れる、この。いやー、びっくりだよね。1000円以内で帰れるから、僕は。そうだよね。だからそう考えるとね、ちょっとなかなかそっか、地方組の方も大変なんだなとは思いつつ。うん。うん。そうだよ、僕の職場の人も北海道で、うん。今ちょうど帰ってるんだけあ、そうなんだ。ど、まあ、しょうがないので、うんその有給はね、権利なんで、うん。ノーとは言えないけど、今帰っていましそうなんだ。まあでもね、結局、難しいよね。地元にさ、帰省してもさ、わかんない。何やるのかって、結構なこれ距離かけて帰た。るわけじゃん。うんうんうん、ね。まあね、その人なんかはさ、地元に帰っても、自分の身の回りのさ、友達がやっぱり、逆に、その年末年始時期とかだとどっかに旅行に出てることとかも多いから、なんかあんまり遊べる人もいないんですよね、なんつってて。でもさ、梅と彼女さんも同じ東京でしょ？うん。じゃあ彼女と一緒に帰ればいいじまあそうだね。ゃん。うん。でもなんかね、言ってたよ。正直、その年末年始の時期の6万とかっていう話になっちゃうと、なんかただでさえ普通の一般時期の3万でも、韓国行けるのになとか確かに。思うって言ってた。まあ確かにだよね。うん。今海外の方が下手したら安い説は確かにあるよね。うん。うん。東京高いね。うん。東京今何でも高い。高いです。すごいよね。本当に。だって、東京のホテルも結構な金額するでしょ。一泊だって、なんかさ、うん1万円以下で泊まれるホテルほぼないからね。ただなんか、こう各さ、地方の方のさ、ホテルの値段はなんか下がってきたみたいなの、この間誰かが言ってたけど。どうなんだろうね。いやー、旅したいっすね。でも山梨とかもいいかもね。近くで行ったら。山梨。ぶどうジュース作りとかできるよ。山梨、富士急ハイランドとかもあるらしいっすよ。行ったよ。ぶどうジュース作り体験とか。あとよくね、これね、いろんな人からお勧めされます。ほったらかし温泉。ぶどうジュース作り体験とか。どんだけ行きたいの？なんかそういう体験とかしてみたいなと。うん。あと、ゆうとを絶対一回連れてったら面白そうだなって思うのは、普通に、いちご狩り体験みたいなやつ。行きたい。もう絶対食ってると思うよ。だってこのパックで足らないもん、僕。で、そのうちあれでしょ？気づいたら、農家の人が、すいません、もうこれぐらいでお願いします。でもさ、ちっちゃい時行ったことあるの、僕。いちご狩り。なんか気持ち悪くなった覚えがあるんだけど、その時これぐらい食べてなかったんだよね。だからなんか今の方が食べれちゃう。すごいね。すごいね。フルーツは多分無限に食える。なんか、桃も食べ放題行ったことあるって言ったっけ？ベロ痛くなりそうだね。そう、すっごい痛くなりながらずっと食べてた。僕多分桃10個ぐらい食べたんだよね。なんでも食べ過ぎようがないからさ。そう。一人でなんかみんな5人とかで食べてたんだけど、10個ぐらい食べてた。多分僕。この間さ、目黒川の花見を行ってきたときに、
帰りがけね。なんか、果物屋さんのケーキ屋さんに入ったんだよね。果物ケーキ店みたいな。だからまあ確かに結構、果物を売りにしてるだけあって、まあ結構金額もね、お高級な感じなんですけれども、でも、量びっくりしたよね。あれね。ゆうと何頼んだんだっけ？プリンアラモード。プリンアラモード。頼んで、これがパンケーキのいちごとバナナ。バナナの、そう、チョコソースがかかったやつ、頼んだんだけど、もう、プリンアラモードももうなんかフルーツが溢れ出してきそうな量でね、プリンなんか全然見えやしなくてね。ハニージュメロンだった。すごかったよね。俺の方もなんか、もうパンケーキ食べるのがヒーヒー言うぐらい、こぼれんばかりのイチゴとバナナでね。しかも結構いいやつだったよね。ドラゴンフルーツあったし。思った。うまかったです。とっても。みどりさんは四国の徳島県です。だって、徳島まさに。阿波踊り。そうなのよ。徳島まさに私行きました。四国。なんか、徳島、香川、愛媛、高知の中で、俺が行ったのは、香川、徳島かな？うどん作りに行った。ねえ、いいな。うどん作り体験とかもいいな。うどん作り体験して、自分が使ったうどんの棒をもらって帰ってくるみたいな。いらな。で、渦潮をバスからこう眺めて、帰ってくるみたいな。うちのね、学年だけね。やらかしたから。違います。毎年、うちの学年最後はだいたい沖縄に行くっていう旅行だったんだけど。だからやらかしたから。違います。うちの学年だけ学年主任の方が四国の出身で、ぜひ地元に連れてってあげたいっていう強い思いで。いらねえ強い思い。そう。だから、俺の一個前は沖縄行って、俺の一個下の子たちも沖縄行ったらしいです。小学校？ここ。悲しみでしょ？まあでも僕は台湾だったからな。沖縄じゃなかったからな。さすがですね。もう、なんだっけ、エスカレーター式のゆうとさん学習院かなんかだったよね、確かね。違います。学習院だったら多分ヨーロッパで。そっか。いちご狩り何個食べれるか。わかんない。食べたことないね。いちご狩りって大体いくつぐらい食べられるもんなのあれって。30は行きたいよね。いやでも20か30は超えるんじゃない絶対。どうなんだろう。途中で練乳ブーストしたらもうちょっと食べれる。確かに。ゆうとは左ポッケに練乳を、右ポッケにチョコソースを持って。俺はキャラメルソースとヨーグルト持ってこうかな。いいね。でもなんちゃら狩りはいいね、確かに。でしょ？あとほら、ぶどうジュース手作り体験。なんだ、そんなのも。こうやってぶどう踏んで。やるのとかね。でもね、まさにね、ナミさんがさ、うどん作り体験楽しいですよって言ってくれてるうどん作りも確か、踏むよね。そう、昔の経験だとふみふみした気がしますな。なかなかね、確かに美味しかったのは美味しかったのは覚えてますか？行ってたんやね。どこに行ったの？何どこ？徳島のどこに行ったのかと言われますと、なんかね、基本、徳島の観光にあちこち巡ったというよりかはね、本当にスケジュール的に京都、大阪の修学旅行行きます。で、その2日目だか3日目だかに、徳島、香川の方回って、そのバスとかで簡単に渦潮とかつって見たりとかいろいろして、体験とかして、ホテルで泊まるみたいな感じだったから、当時のうちらの感想としては、これ香川徳島ってさ、観光ってよりかはなんか寝に来てるだけじゃないみたいなことを言ってた。だからね、どこに行ったかと言われるとね、そんな観光地とか行ってない気がするんだよね。徳島観光地か。
僕は台湾に姉妹校があったから、うんうん。その姉妹校の人たちと1日目交流して、あ、そういうのもありだね。そう。で、なんかさ、日本語喋れないからさ、あっちの台湾の人たち。だから、あ、そうなの？そう。珍しいね。逆に。違うよ。高校の子ああ、たち。なるほどね。そう。だから、日本語喋ろうと頑張ってくれる子もいるけど、基本英語。で、だから、授業して一緒に。うん。ちゃんと国際交流ができてる。あ、そう。で、2日目 ?3 日間、3日間だった。3日行ったのかな？うん。3日行って、で、その2日目になんか、レクみたいなのを、この高校の子たちとやったりとか、で、後半、台北タワーだっけ、あそこ行って、で、3日目に、現地の大学生がガイドとしてついてくれて、班行動みたいな、してた。9分とかはみんなでその2日目の時の後に行ったりとかして、クラスで。あれだよ。絶対にまた大人になってから行くと今度お酒とかも飲めるわけじゃないですか。いいよね。新しいね。お酒飲みながら、小籠包とか食べてさ。ね。そう。大学生にでもなんか、めっちゃ当たりの大学生だった。の覚えてる。日本語喋れる子で。みんな可愛いねって言われた。いいね。やっぱね、海外行くとかなりね、なんつうの、気分転換にはなるよね。それはそう。さやさんこんばんは。こんばんは。たつやさんこんばんは。まあまあ。絶対ね、みんなのこのね、アイコンがね、めちゃめちゃ可愛い感じっぽいんだけど、もう全然ちっちゃくて見えない。全然ちっちゃくて見えないけど、たつやさんのやつがワンちゃんっぽい気もしなくもない。そう。最近でもあれですね、うちらはね、毎晩忙しいんですよ、本当に。仕事終わってさ、お互い疲れたねって言いながら帰ってきつつ、ご飯を食べながら、たまりきったドラマやアニメを一生懸命消化するっていう。ね。でもやっとほとんどもう見切ったんじゃない？そうだね。スパイファミリーの推しの子も溜まってたの全部見たし。全部見たね。あとは、ワンピースは除外して。推しの子最近めっちゃめちゃ面白いな、あれね。なんか本当に面白いなって。なんかね、楽しいアニメじゃないよね。けどよくできてるよね。すごい、なんか、ふわふわ系のアニメではない感じはするけど、まあよかったよ。あとは、あれ、こないださ、なんだっけ、結構、コントラストだ。BL ドラマね。好きだったやつね。そう。なんか、ここんとこ最近でね、ボツになった動画。そう。ボツになった動画だよね、あれ。そう。だから話してないんだよね。ここんとこ最近で、いろいろ見てたさ、BL ドラマランキングずっと見てきた中で、なんかこれってあるじゃないですか。自分のランキングみたいな。で、入れ替わりましたね。入れ替わりましたね、今回ね。今まで個人的には、1位は、個人的にはね、1位は美しい彼。で2位は、ジャック・フロスト。で、3番目が、難しいなって感じだったんだよね。降ったら土砂降りなのかさ。アメイロパラドックス。そう、アメイロなのかさ、みたいな感じだったんですけど。でも、もう明確にね、今回ね、コントラストは1番か2番かみたいな感じだなって思いましたね。ゆとさんは ?1 位は、ジャック・フロスト。2位、25時赤坂で、一期。で、2位が大会 UFO か。で、3位が25時赤坂で1期だったんですよ。3位ですね。コントラストが。
いや、よかったよね。久しぶりになんかあんなにちゃんと、作品力が高いというか。そう。いや、なんかさ、最近、BL ドラマがね、まあ、いっぱい出てくれてさ、それはすごく嬉しいわけですよ。こう見ててね。共感がすごいするところあるしね。うん。なんだけど、なんかね、もう最近のね、BL ドラマのね、路線が、チュッチュチュッチュして。なんか作りがさ、ちょっと気に食わなくってさ、もうなんか、チュッチュッチュッ。こういうのをしとけばいいんでしょうみたいな、なんかそういう大人の力を感じる作り方ばっかでさ。だから、好き嫌い多分ね、みんなお互いあるんだろうけどね、こういうのがすごい好きな感じっていうのはね。で多分、うちらが割と好きなのは、なんかその作品がなんかこう、詩的に刺さる、ぶっ刺さるような作品がすごく多分好きなんだよね。と、あとは演技力が高い人がやってる作品。と思いやす。なんで、今回コントラストはすごい面白かったなって思いますね。まずコントラストの作品の、あらすじと、あと結末をすべてお話しさせていただきますと、とか言って、まだ見てないって。でもめっちゃ良かったよね。なんか題材に、タイトルからブレないっていうのってすごい大事だなって、やっぱり思わされる作品。本当に、なんかね、すずさんは、とりあえず一巡普通に見ていただいていいんだけど、なんか二人のさ、なんかこう、装いであったりとかさ、なんか後ろの映り込んでる背景だったりとか、なんかそういうのが全部タイトルにね、回収されるような感じの作り方されてるのでね、ネタバレ大丈夫。結末がちょっと楽しんでいただいて、なかなかね、いい作品にできたと思いますんで、ぜひご覧ください。作ったの？ゆきが作ったの？監修。本当にね。いや、なかなか面白かったっすわ。あとは、あんまり言うとはぶっ刺さらなかったと思うけどね。あれ。この間見てきたやつよ。映画。恋愛上等。純愛上等。そう。恋愛上等やばい。恋愛上等。ラブ上等じゃん。ガゼ言ってんのに。あ、そうそう、恋愛上等。二人揃ってポンコツペン。そう、純愛上等。あれは、ゆうとは、ちょっと多分作品的にあんまり刺さんなかったね。でも俺は結構、あれ、露骨な感じで好きでさ。しかもなんかこう、二人の配役がいいなと思って。何にだろうって思いながら。でもなんかさ、純愛上等見に行った時も、あんまりなんか大きい映画館でやってなかったんよね。で、なんかさ、行った時もさ、結構なんかこう、ね、そういうの本当にちゃんと好きで見に来てるような感じの人たちしかいなかったから、ちょっと肩身狭い感じだったけど。ね、ファンしかいなかったよね。そうだよね。多分、アロハくんと、あと誰か忘れたけど。あれだよ、ミルクの。重太郎。そう。山中市。今、一生懸命、間違えちゃダメだと思ったから。いや、面白かったよ、あれも。まあ、でもこうやってね、好きが、完全にこうやってリンクしないこともありますんで、まあまあ、純愛上等も結構いい作品になったと思うんで、ぜひそちらも合わせてご覧いただければ。だって、ゆき体感予報あんま好きくないでしょって思う。あれはね、多分詩的すぎるんだよな、ゆきにはって思ったんだよね。まあ、好きくなくはないけど、そう、だからあれは文学的すぎる作品なんだろうなと思いつつ僕は。まあ、でもなんかある程度の綺麗さみたいなのはちょっとあるといいかもなって思うかも。なんかね、最近のね、BL ドラマね、基本的にね、なんか生々しい感じが多い気がする。例えば、別になんかそういうラブシーンだけじゃないよ。例えば、なんか恋愛の出会い方みたいなところも、なんか今のさ、現実世界で言うとさ、2丁目みたいな、ああいう、もう飲み屋さんがこう露骨に出てきて、みんな露骨にそういう振る舞い方してたりとか、
あとはなんかこう、アプリを使ってるとか。ちなみに体感予報は、益子敦樹と、うん樋口康平です。はい、でどうぞ。そう、なんかアプリ使って出会ってるとかっていうのも昨日ね、見てたドラマとか出てたよね。とか、ああいうのもなんか見るとちょっと、ああ、生々しいなーみたいな思って、ちょっとそこでハッて興ざめしちゃう感じがありましたね。はい。そして僕はすごい嬉しかったことが一個あるんです。はい。この間の目黒川に行った時に、はい。名前の入れられたりするんですよ、提灯に。で、それでめちゃめちゃ一個嬉しかったのが、本当にね、なんて書いてありましたっけ？なんて書いてありましたっけ？絶対覚えてないじゃん。何でしたっけ？いつものやつ。いいよ、言ってごらん。合ってるか確認してあげるから。言ってごらん。もう役名。いけんだけど、いいんじゃん、こいつが。役名しかわかんないや。新原。ああ、そう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 。新原なんていうの？新原くんと、下の名前。太夫みたいな、なんだっけ？大輔？みたいな。新原くんと、小牧根。そう、小牧根くん。ね。書いてあったの、二つの名前が。あ、ちょっと待って。ちゃんと伝わるように伝えるとね。なんか、目黒川が結構なんか今推し活をすごく支えてくれてるというかサポートしててさ、目黒川の桜のこの桜並木沿いに提灯がブワーってぶら下げてあるんですよ。で、その提灯一個一個に多分だけど協賛した人とかなんかこう支援した人の何かコメントが入れられるようになってるんじゃないかと思うんだけど、そこのコメントのところにみんななんか八木勇征永遠の美とかなんとかね、一個一個こうコメントがね書いてあって、それを二人でこう提灯見ながらさ、見てたら、一個の中にね。そう、しかも3つぐらいあったよ。4つかな。その一個の提灯のコメントのところに、だいたいみんなその一人の名前をこう入れてなんかコメント書いてるのに、その提灯にだけ、新原くんと小牧根くんの名前をこう一つね、枠に入れてね。これ絶対にもう好きな人じゃんって、ね。そう、好きな人、てか見たら絶対わかるやつって思いながら見てたら。面白かった、あれ。ね。超面白かったっすよ。セラピーゲームと、シュナカとシュガードッグ。確かに、シュナカ良かったね。良かった。そうだね、忘れてたよ。シュナカも結構上位だよね。シュナカそうだね、良かったね。確かに確かに。なんか斬新だよね、作り方がって話してたんだよね。最初どうなるんだろうねって話してたけど。なんか週中やってた、名前が出てこないな。どっち？背高い方？背高い方。聞いてもわかんないけど。そうそうそう、菅秀吉。そう、秀吉くんね。秀吉くんがさ、菅っていうの？前に、あれしてたじゃない。好きやねんけどどうやろかみたいなドラマやってたじゃないですか。なんかあれよりも確実にこっちの方が役としてハマってるなっていうような感じだよね。と思いましたよ。週中ダメなのかと思った。今めちゃくちゃハマってる。でもなんかね、バラエティ出た時にすっごいバカみたいな感じで言われて、アホキャラみたいな感じで。ちょっと抜けてるみたいなね。言われとって。マジでおもろかった。ねえ、確かに確かに。まあね、なんかそう、一般向けに受け止めやすい作品と、ちょっとなんかディープすぎるものかどうかっていうのは結構分かれる気もしますよね。様子のおかしいイケメンなんだよ、だって。あとはなんか最近思うのはさ、そのアイドルの子たちの売り方みたいなのがさ、結構あれだよね。箱買いみたいなしてるというかさ、なんか。はいはい、枠をってこと？そう。なんだっけ、グループ。原因は自分にある。そう。なの？本当に。
だった気がする。ね、うん。が、なんか、代わる代わるさ、やってたよね。ドラマのコンクールの BA ドラマはこの人やって、この次のクールのドラマはこの人やって、みたいな。メンバー。そうそうそう。だってこの大倉くんって子はあれやってたもんね。鎌倉かなんかのやつやってね。で、この吉沢さんって人はこの間のそのカメラマンのやつやってて。うん。で、この長野亮太くんっていうのは、例のなんだっけ。音楽の、バンドの、ロックの、さ、副職の。パンクストライアングルやってて、で、この武藤淳って子は、ふったらと喋るやつ。うん。だからみんなこの、枠外みたいな感じだよね、絶対って。なんで裏側を話すのいうふうに思っていた。ジェニックもそうじゃない？マシコが終わったらさ、この間の子やってたもんね。うん、体感予報2期やってほしいけど、無理だと思う。なかなかね。大人の力。思います。原因は自分にある。合ってるよ。合ってる。うん、そう、枠外。なかなかね。まあ、たださ、なんか、この間の、そのコントラストの、メインのね、役やってた男の子は、この間まで戦隊ヒーローのレッドやってた人だからね。ブンブンジャーのね、レッドやってた人がやってたんだよ、あれ。だからそう考えるとさ、なんか、ね、登竜門って言われるのわかるよね、ちょっと。でも演技力求められるよねって感じ。そうだね。確かにね。こっち側。こっちがブンブンレッドやってたの。まあよかったよかった。まあただ、なんかあれだよね。結構さ、BL ドラマ枠、ちょっとあんまりにもこの間一回すごい多かったじゃん。ちょっと見切れなかったよね、いきなりね。そうだね。むしろ今どこで何やってんだっけみたいな。感じだったよね。そう。僕は最近ちょっと楽しみにしてるの、頑張れ中村くん。面白いんだ。なんか、なんだろう。面白いか面白くないかで言ったら、普通。ね。さ、自分で今言い始めたんだよ。面白いか面白くないかで言ったら、面白いかさ、面白くないかじゃん。答えは。どっちかだよ。やばい。バカじゃん。面白くないか、面白いか面白くないかで言ったら。やばいね。真ん中って言おうと思ったのに。おもろいな。面白い。でもそうだよね。見てたもんね。あれ TVer じゃなきゃ今見れないんでね。Netflix にあった。あ、そうなんだ。じゃあ全然いつでも見れんだ。そうですか、そうですか。いやー、これだからね、配信のサイトはね、手放せないっすよ。本当に。だって僕が FOD 解約してないのはそれだけだからね、多分。そうだね。いや、そうだよね。FOD なんだかんだね。確かにだよな。一回ね、ゆうとと一緒にそれを整理しようっていう会があったんですよ。なんかあんまりにもサブスクがね、激しいから。二人で多分1万ぐらい課金してるそうだったから。そう。だってさ、この時代さ、携帯電話の料金が3000円ぐらいになってるっつうのにさ、なんで俺うちら1万円ぐらい払ってんのみたいな。サブスク払いまくっててさ。とりあえず、一回、いらないものは全部削ぎ落とそうって言って、いくつかは解約したんだよね。当時俺は Hulu を解約したし、
ゆうとも、テラサ。ね、火薬さんだよね。テラサ入ってるのやばいって言われたもんだって、僕職場の人に、なんでそんなの契約している人いるのって言われて。あれなんでだったっけ？なんかのやつがそれでしか見れなくて、そういうことだよね。そう、無料期間でやってたんだけど、解約するのがめんどくさくてそのまま入ってたの、僕は。まあだから、とりあえず一回お互い、もう綺麗にしようっつって綺麗にして、で、その後は、分けようって言って、基本的にほら、家族シェアができるアカウントのやつっていっぱいあるじゃない？だから分けようって言って、今言うとは、ネットフリックスと FOD？そうね。で、俺が、アマプラ。僕もアマプラ入ってるか。と、あと、あれ、UNEXT。UNEXT 結構でかいよね。UNEXT はやっぱ2個分ぐらいの金額もあるしね。だからまあなんか綺麗にお互い分け合って、とりあえず全部見れるみたいな感じ。その辺のがあれば多分お互い全部見れるね。あとまあなんかディズニープラスがあったら、なおよろしって感じかなと思ってるけど、僕は。確かに。それは俺もこの間思った。なんか見たい映画がね、ディズニープラスって調べたら出てきてびっくりしちゃったよ。ディズニープラスみたいな。そうなんだよね。映画じゃんみたいな。唯一持ってるんだよね、ディズニープラスって結構。ねえ。たださ、なんかディズニー系、そうね。ディズニーの映画ね。いるかなジブリとかもさ。ディズニーの映画見るじゃん、クルエラ。いや、そうだけど、クルエラはもう買っちゃってるからさ。見せて、みゆきだけね。クルエラもプラダを着た悪魔も最初は多分ディズニープラスなんじゃない？ああ、そうか。わかんないよ。プラダも1話買っちゃったしな。でも今度楽しみだね。プラダにね。本当にさ。でもあんま期待しないでおこうって思って。いや、わかる。そうなんだよね。いやでも大体これってさ、みんな制作する人も思うんだろうね。1が超さ、飛び抜けてるとさ、2がそれを上回るって激ムズなんだろうね。でもマジで楽しみでさ、アマプラと FOD 入ってる。UNEXT と Hulu も入ってたけど、節約。ね、高いもんね。思いますよ、ほんまに。高い。まあでもね、いろいろさ、入ってるとさ、時間潰しにはなるよね。だから基本、なんかドラマとかもダウンロードしといて、電車のこの通勤途中で見たりとか。偉いよね。もう、そんなのやらなくなった僕。なんで？なんか30ギガあるから。いっぱいにならないんだ。ギリギリ毎回。すごいね。でもさ、ほら、電波さ弱い時とかもない？なんか山根とかね、乗っててもさ、電波途切れる瞬間ってやっぱあったりするわけじゃないですか。ない？あんま気になんない？もし見れなくなったら何をするかって言ったら、動画見るのやめて、音楽聴いて、ぼーっと外眺めてる。まあ、ゆうとさんらしいですね。時間の過ごし方ですね。だってもうなんかこうやって、ぼーって。今日もだってさ、カフェでずっとぼーっとしてたじゃん、僕。そうだね。いや、綺麗だな。これ絵に描いたら超綺麗になるなと思いながら、こうやって、心の中でこうやって。素敵ですね。こうやって見てた。こことか切り取ったらすごい綺麗だなとか。さすが芸術派だ。どうなんでしょう。でもそういう風になんか見てるからさ、大体僕。ぼーっと見てる時とか。でも今日ね、ゆうとと一緒にね、ずっとカフェでね、お手紙書いてたんね。そう、お手紙を一緒に二人で書きしておりました。なんかいいね。久しぶりにさ、ああやってさ、文字を書いてるとさ。ゆきは書かないもんね、文字。書かない。本当に書かない。文字書くのなんてなかなかもう、こういうことぐらいしかないかもしれない。僕は綺麗だから。待って、僕も僕は綺麗なの。
ゆうとも綺麗だもんね、字ね。ゆきはちょっと癖強い。だって読みやすいか読みにくいかって言ったら読みにくいもん。らしいです。そういう風に言われます。本当？ちょっとみんなに見てもらった方がいいんじゃない？本当に？けとかよくわかんない、多分。これはダメ。かきくけことか書いたらよくわかんないよ、多分ゆき。かきくけ？うん、かきくけことか、さしすせそうとか多分マジでわからないと思う。ビリビリって言ってる今。よいしょ。かきくけこね。うん。大きく書いてよ。見えないじゃん、動画じゃ。こんなゆっくり書いてないじゃん、ゆき。ねいつも通りだよ、これ。え。そんなにゆっくり書いてないじゃん。書こうと思えば書けるんだったら書けばいいのにね。どうでしょうか、こちら皆様。ゆうとがもう超汚いって罵ってくるかきくけこどうでしょうか。こんな感じ。あと何つったっけ、さしすせそ？うん。じゃあ、うん。刺身をいっぱい食べたいなって書いて。刺身をいっぱい食べたいな。うん。漢字？うん。ひらがな全部。あ、でも漢字でいいや。ほら、もう癖が出てる。綺麗な字だと思いますって言ってるけど、みんな騙されないで。これは偽りだから。だってそんなに行間あかんないって。あ、もう出てる。やっぱ、歯とかね。うん、そう、食べるもね、ちょっと変なんだよね、ゆき。あー、出てきてる。やっぱ早く書くとダメだね、ゆき。うん。癖強な字。刺身をいっぱい食べたいな。ゆうとにめちゃめちゃ汚いと罵られる。汚いね。まだこれ偽ってるからね。刺身をいっぱい食べたいな。ね。という感じでございます。なので。あ、本当の字は見せないんだ。本当の字も何もない。本当の字も何もないです。ほらね、癖あるねって言われてる。本当に？これでまだ癖ないと思うって。ほら、ナミさん見て、いいと思うって。いいと思う。もうちょっと早く書いてよ。もうちょっとシャシャシャって書いて。わかった。シャシャシャって書くわ。シャシャシャじゃないよ。シャシャシャってあれでも書いてね、さっきの。なんでひらがななの？ねえ、もっと早く書いてって。読めたらいいんだよって書かれてる。もう、いがやばいね。うわいやーなんか最近暖かい日が続くなって思って。ゆっくり書いてそれだったらもうちょっと早く書いてほしかったのにな。なんか住所書いてる時とかこれ読めるのかなって思うもん、僕。
ナミさんにいいもの見せてあげますよ。何？なんでそんな丸文字なの？こちらですね、さっき、ナミさんがね、ゆうとさんの字も見たいって言ってたから、こちらゆうとがさっき書いてくれた。今書いてたやろ。僕はペン一回も持ってないよ、今。ゆうとさんがこちらさっき書いてくれた気がする。ゆうとだお。でも高校生の時、勇気ってそういう字書いてそうだよね。書いてないよ。でもプリクラとかね。ゆうとだお。本当にね。おもろ。まあでもね、なかなか、この間ね、職場で話してたのよ。数字ってさ、昔いっぱい覚えてたのになんか、出てこなくなったよねって。数字？うん。例えば誰かの電話番号とか、家族の住所とか、すっごい覚えてたのに、今ってあんま覚えなくなったね、みたいな。確かに。覚えなきゃいけないもんだと思ってたから、マミーの電話番号とか。そうだよね。だからね、そういうのと一緒。文字も本当に使わないと、なんか、シャ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 ってなっちゃうしさ。だし、漢字とかも忘れちゃうしね。漢字はね、忘れるね、大人になって。でもだって覚える必要ないんだもん、もう。思う、本当に。なんて書いてあるのそれ。漢字。やばかったよ、今。漢字。じゃあ、菅秀吉って書いてみて。菅秀吉？やばかった、今。きっとね、秀と吉でね、あれが出てくると思うんだよね。ほら、秀のその下がさ、マジでさ、ね、ここがさ、なんか、こののっていう字ってさ、もうちょっと伸ばさないとあれなんだよね。そっか。そっかじゃないよね。ありのままを見せるんだよ、ゆうき。そっか。なんかそういうとこが多分ゆうきの癖字なんだろうなって思う。こういうこと？まあまあ。基本短いよね、ゆうきって全部。そうだね。いやー、文字って難ぴ。難ぴーっせ。ってな感じで、そんなこんな言ってたらもう1時間を突破するじゃないですか。びっくり。あれびっくらぽん。見せてくれないのだって。何よ？やっぱ漢字の方が出るね、ゆうきの癖が。そう？そうかね。じゃあ見たいって言うから最後じゃあ見せて差し上げましょうかね。なんかお題じゃあ書きやすそうなもの。漢字。漢字がいいな、なんか。あ、でも新原大輔だっけ？わかんない。とか、小牧ね。むずいものばっかり言うんじゃないよ。多分漢字ね、めちゃくちゃね。そうか。そうか。僕が先に書くと、ちなみにゆうきは僕のやつを真似して書くからね。絶対にね、僕が先に書いちゃダメなんだよ。そうなの？
絶対。書いてみる？修学旅行だって。いいじゃん、お題。あ、まだ抑えられてる。まだ抑えられてる。やっぱね。ゆうとが汚い汚いという字、こちらでございます。だから、新原大輔とか書いてみて。ねえ、ゆうき。ねえ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 ねこちら、今日の最後の漢字。大輔なのか何なのかよくわからないけど、名前。修あ、合っ学、てる。新原大輔。修学旅行でございます。ねえ、新原大輔って書いてみて。はい、これ。夏目漱石とかでもいいよ。夏目漱石にしてみようかな。うん。僕は勇気が苦手そうな字をね、今、列挙してるから。新原くんの多分2っていうのと、大輔の右側の助っていう字がね、難しいと思うんだよね。だって右側そんなにでかいの表ますね。まあちょっと考えにね。あ、ほら、今の人弁で出たね。ちょっと、勇気が。でも上手だね。それは。新原大輔さん。はい、お後がよろしいようで。あ、難しそうな字。ねえ。富田ゆきくんはだって。富田さんはセラピーゲームの、へえ、この人なんだね。じゃあその後にセラピーゲームって書いておいて。そんなに癖あるかなあ、これ、偽って書いてるから全然まだ癖とかじゃない。頑張って、だってこんなにゆっくり書かないもん、ゆうき字。ねうん、いつも通り。え。ねえ、3日早く書いてほしいんだけどな。まあでも、お手紙ね、は結構癖強な字だと思うよ、みんな。そしたらお手紙くれたら、ゆうきが書いてるかもね。一瞬でどっちの字かわかるよね。僕とゆうき。そう？それはそうじゃない？こんな感じですかね。はい。綺麗な字だそうです。よかったね。よかったね。はい。ありがとうご綺ざいます。麗だって。おめでとうございます。ありがとうございます。というような感じでですね、そんなこんなしてたら10時半になりますんで、そろそろ晩ご飯を作りたいかなと思いますね、ゆうとさん。はい。はい。ということで、久しぶりでございましたけれども、皆様、お集まりいただきましてありがとうございました。トイレ行きたい。今日ね、冒頭お伝えさせていただきました通り、今日、いろいろ動画とかね、撮ったりとかなんちゃらしてまだ、来週はアップいたしますので、来週は動画があるぞって思いながら1週間お過ごしください。ペコリータ。はい、最後にゆうとさん何か言いたいことありますか？滝行に行きたい。何を食べるかは
ちょっと内緒。何を食べるかは、来週の楽しみです。でも結構壮大な料理をする予定なので、このそうなのですが。はい。そんな壮大な料理をするの？そうです。火ボーボー？そうです。もう。大変。火災報知器になっちゃう。はい。お楽しみいただければと思います。はい。はい。ゆとさんから何かありますか？勇気の字は偽りです。もうだってその偽りっていう字を書いたので、もう勇気はね、本当に最後にシャシャシャって偽りって書いてもらっていい？ゆっくりじゃないよ。ねえねえ、ゆっくりじゃないよ。いつもの感じでさ、偽りって漢字で書いて。ねえ、そんなゆっくりじゃないっつってんの。ねえ、もうダメだ。こういうことじゃないの？あ、そうそうそう。見て見て、ほら。シャ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 字。シャ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 字。サムネ字は受けるんだけど。シャ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 字。リだよ、リ。やばくないこのリ。ねえ、面白いよね。まだマシな方だよ、これ漢字。もっとひどいから。はい。ということでですね。また来週皆様。ほら、マジでとか言ってる。来週また皆様お会いいたしましょう。今、偽りの偽り書いてたけど。はい。頑張ってください。はい。では皆様またおやすみなさい。バイバイ。バイバイ。いただきます。いただきますじゃないの。なんていうの、これからご飯だと。挨拶。ごちそうさまでした。やば。見てほら。ゆきが偽りって書こうとしてる。バイバイ。